ちゃんと誘導できています。プリミティアプレイヤー L です。今回は誘導モモを作ってみようと思います。私の動きで誘導できる強力な兵器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは爆弾を動かす仕組み作りからですね。こんな感じで燃料をつけたロケットエンジンにコンデンサで電気を流せばロケット噴射で移動します。タイミングよく接着すれば奥まで進んでくれました。ここで通電を遅らせる水晶を間に挟んでロケットエンジンに通電する前に設計図に登録します。そうすることで設計図で召喚した瞬間すぐに発射されるロケットっぽいものが出来上がりました。これで爆弾を動かそうというわけですね。この下に氷を接着して発射すると地面を滑ってかなり速度が上がりましたが、こちらを設計図で召喚するとすぐに氷が溶けて接着が解除され、氷だけが取り残されるようになりました。氷のサイズを大きくしても結果は変わりません。寒い場所なら有効そうですが、暖かい場所では使えないので、氷を使うのは諦めましょう。とりあえず、氷なしの状態で、前回使った自爆ドローンによる誘導装置を取り付けました。モーターはついていませんが、ドローンの向きによって発生する浮力で、方向をコントロールできるんじゃないでしょうか。全然ダメです。地面との摩擦と速い速度のせいで、方向は全く変わりません。だったら、下にベアリングのタイヤをつけて、摩擦を少なくするとどうでしょうか。こちらを試してみると、微妙に曲がってる気もしますが、わずかすぎてわかりません。今度は火薬を増量して重くして、速度を遅くしてから、こちらのオムニホイールを前に取り付けて、ドローンの力で横滑りしやすくするのはどうでしょうか。こちらにドローンを取り付けて、発射してみると、ダメですね。重量が増えすぎているせいか、全くコントロールできません。火薬の量を減らして軽量化しても、オムニホイールが重いせいで曲がってくれないみたいです。自爆ドローンを2つに増やしても、結果はほとんど変わりませんでした。そこで、前輪をもっとシンプルな形に変えて、自爆ドローンの力で角度を変えられるようにしました。そうすると、ちゃんと私の意思によって角度が変化してくれています。誘導の仕組みはこれで OK として、あとは爆発の仕組みですね。こちらはシンプルに火薬にタングステンのかけらをつけて、そこに複数の水晶を組み合わせたものをつけて通電させ、時間を置いて爆発させる感じですね。ロケットエンジンへの通電を同時にすることで、燃料がなくなると同時くらいに爆発させるようにします。よし、このくらいのタイミングで良さそうです。早速発射してみましょう。誘導もできていますし、威力と範囲もなかなかあります。でも、誘導してはいますが、まだ曲がり具合が物足りないので、もう少し素直に曲がるようにするために、自爆ドローンの数を一つ増やしました。これならさらに追従してくれてますね。早速試してみると、よし、私の言う位置によって、明らかに軌道が変わって、遠くのものを爆破してくれています。私が移動することで、軌道を変えられるので、なかなか面白いです。カメラの角度を変えてみても、ちゃんと誘導できています。これでようやく誘導ボムの完成ですね。早速近くにある木を狙ってみましょう。広範囲の木を一気に破壊できています。何発も撃たなくても十分です
楽しいのでどんどん発射したくなります。しかし、古代のロボットを狙うのは結構難しいです。動きもありますし、近づいてくるので当てづらいんですよね。それでも、うまく当てることができれば、一撃で粉砕できました。ロボットのスポナーにもちゃんとダメージが入るので、安全に破壊することができます。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。ちゃんとダメージが入っています。そのまま連続で打ち込んでいくことで、簡単に破壊することができました。周りの被害もなかなかですね。そして、ドローン工場の壁を狙うと、爆発の威力だけで簡単に壊れました。40キロの火薬が爆発しているので、なかなかの威力が出てますね。連続で打ち込めば、工場は壊滅状態です。もちろん、風力発電機を狙っても、爆発の威力だけでバキバキになります。連続して発射していくことで、柱も限界を迎えて折れました。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、誘導ボムを発射してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよー。発射ー。軽快に吹っ飛ばせてますね。火薬が大きい分、こういうザコキャラには効果てきめんみたいです。一発だけで半分くらい消滅していきます。どんどん発射して、消し飛ばしていきましょう。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやって設計図で呼び出した瞬間、すぐに発射されて爆発してくれます。私の意思によって軌道を変えることができますし、クリエイティブモードなら消費なしで無限に出せるので、いくらでも発射できて爽快ですね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って誘導ボムで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。くらえー。なるほど。ちゃんとダメージは入っていますし、連続して当てることで倒せそうではありますが、うまく爆発部分を当てないとスライムに吸収されて回復してしまいます。この時は吸収されすぎて倒せそうにないので、もう一度やり直しましょう。今度はしっかり爆発部分だけを当てて、耐久力を少しずつ削っていくと、やったー !827 ダメージ巨大スライムを倒しました。少し遠くからの爆発でしたが、ちゃんとダメージを与えて破壊できました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、誘導ボムさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただける